欲しいものは一つ、エクスタシー、このドレス引き裂いて抱かれたい、めちゃくちゃに唇も指先も溶けてゆく夜だから恥ずかしい、坊主にも情熱をたぎらせて牙のないライオンは見たらさで孤独を殺すよ。マーダムの軍勢に滅ぼされた魔導霊師の里霊宝山。そこから逃げ延びたジョーたち一行はサンゴの森へとやってきた。そこで待ち受けていたのは百目組のくのいち綾香であったが、妹を気遣うレオン、身の危険を顧みず兄を救おうとするライラを見てその心を変えたのだった。しかし百目組の長コズナーに歯向かってレオンを守り、そして命を落とした綾香こそコズナーの妹であった。妙だな。潮が随分とざわついておるが。でもゴーダの気配は感じないぜ。ゴーダが確かにこの先のハーレム海溝に向かったってキャプテンチンクが。あのばあさんの情報か？ハーレム海溝なんていや、色気づいたシャチが群れとる場所じゃないか。メスの尻をゴーダが追いかけてるんだと。そんなヨタ話を鵜呑みにしよって。そのヨタ話しか情報がないのさ。そういうことだから言って確かめてみるしかないんだよ。のう、潮の流れが気になるが少し休まんか。行っても無駄かもしれん場所に急ぐこともなかろう。万字草を使ってはみたが足の傷は癒えておらんようだ。誰もついてこいとは言ってない。行くぞ。じゃあ何が来る。いかんぞ。ゴーダの居所が分かったとな。はあ、すでに近隣のファング城に伝令を出し軍を派遣しております。軍？あの化け物に軍で対処できるのか。ファング城は名前の通り牙の城。太古よりシャチ狩りの猛獣使いが多数所在しておる城でございます。シャチ狩り？姉上、ご存知なかったのですか？このマーダムの出身国モスレムの一部では昔からシャチ狩りが盛んだったのです。ほう、メーギャン、いつの間に詳しくなったのだ。いえ。まあよい。ゴーダからジェシカの貝を取り戻すこと期待しておるぞ。どうしたのです？やばいぜ、すげえ勢いでこっちへ来やがる。なんだよせ。気を抜くな。こいつは手強いぞ。無数の妖気がうごめいておる。何百何千の数やぞ。こらやめろよ。なんだよお前。そんなシャチほっといて
早く奴の弱点を教えろ。分かってるよ。あれ、こいつじゃあこいつ狙いはそいつだ。離せ。ダメだよ、まとわりついてくんだ。それにこいつゴーダの子供だぜ。なんだと。ほらこいつの目、ゴーダと同じだろ。オズ、そいつから離れろ早く。だってキリがないぜ。潮を血で怪我した獣の群れよ、その汚れた肉と骨に内在する己の本性を見せよ。こいつの弱点見えたぞ。容器をつないどる体の中心部、腹の中じゃ。腹の中？やったな。今のはシャチの怨念だったぜ。シャチの？うん、何百頭ものシャチの姿が見えたな。ゴーダの子か。近づくな。殺されたいか。平気だよジョー。こいつ何もできない子供だぜ。ゴーダの子だ。分かってるよ。それにしてもくせえな。年頃の娘がそれじゃ男にモテんぞ。まあこの先に間欠泉があると聞いとる。そこで体を洗え。妖魔ハンターとはいつもああいう戦いをしているものなのか。まあね、今回のは特別小汚くなったけど、お前はいたずらっ子だな。まあああいうことができて初めて一人前ということじゃね。こらじじい、何考えてんだ。じゃないか。ジョンがちゃんと女として成長したか確かめるだけじゃん。嘘つきっこのエロじ。こりゃどうも。たく相変わらず油断ならねえじいさんだ。だけどこいつなんであんな妖魔に追われてたんだろう。本当にゴーダの子供なのですか？ああ、絶対間違いないよ。やめろよ。俺はおめえの親父を狩ろうとしてる敵だぞこら。そんな目で見られたらお前の親父を殺せなくなっちまう。本当お前には何の関係もないのにね。何を？追い返すか、そうじゃなきゃ。まさか殺すつもりか？だったらどうなんだ。じゃあじゃあ
そこまでしなくとも。予算課長、王女様が言ったようにこの子供には関係ない。わしらはゴーダを追っている。こいつを殺しても何にもならんぞ。剣を引っ込めろ。そうだぜ。大丈夫、殺したりしないから。そうだ、王子たちも間欠泉で体を休めたらどうだい？そうじゃそうじゃ。ハーレム開港はもう目と鼻の先。そうしなされ。ジョー、お前シビルのことを考えとるな。シビル？あ、それでこいつを。うるせえ。シビル？あんたがミスティジョーか。噂は聞いているぞ。私はシビル。よろしくな。足に血が。平気だよ。見せろ。腕を上げたな。思わず本気になった。なんだあれ。ここがハーレム開港。どういうことですか？わからんが、さっきの妖魔はこのシャチの屍の山から生まれたんでしょうな。オズ、奴のゴーダの気配は。いや、感じない。それにしてもくせえな。誰がこんなひどいこと。シャチの怨念がこいつを襲ったってことは、まさかゴーダがやったと。可能性はあるぜ。野郎モスレム宮殿を襲ってからなんか変わっちまったからな。見ろ、シャチ狩りのサメ使いじゃな。シャチ狩り？ああ、わしらと同じ魔導霊師の系譜を受け継ぐ連中じゃよ。妖術でサメを扱いよるんじゃ。ではあの屍は。おそらくゴーダの子を狩る奴らの巻き添えを食ったんじゃ。その怨念が小シャチを恨んだというわけじゃな。どうする？ここじゃ見つかっちまうぜ。サメは鼻が利くからな。ジジ、あの屍の山を巻き上げられるか？刺繍漂う屍をか。いかん。匂いでサメたちのコントロールが。あやつか。ゴーダのガキだ。体勢を立て直せ。奴らを逃がすな。ダメか、鼻をやられてる。くそ。逃がしたか。まだこの近くにいるはずなのだな。はっ、奴らも刺繍を浴びております。必ずや。いや、刺繍など追わなくとも。どういうことだ？奴らの一人ミスティ城は窮地のもの。おおよその察しがつきます。お兄様、私もう耐えられません。我慢しなさい。匂いが気になるならもう一度洗い流せばいい。お兄様、もう二度とあんな場所には近づきたくありません。私は別に妖魔ハンターでもなければ魔導霊師でもないのですから。じゃあ交代するぜ。汚れを落としてこいよ。ああ、
お前いつの間に4世をくすぐったいだろそうだ、お前名前つけてやんなきゃな。やめろオズ。どうして？こいついいやつだぜ。そいつはゴーダの子供だ。忘れたのか。それ以上そいつに関わるな。けどよ。いやー、久しぶりの湯は快適じゃったわい。ジョー、お前も早く入れ。それにしてもなぜあの者たちがゴーダの子供を。目的はゴーダじゃろう。おとりに使うつもりじゃ。では追っ手の者たちが。この小シャチをおとりにしてわしらもゴーダを呼び寄せてみるか。そんなかわいそうなことできるわけねえだろ。情けが湧いたか。お前なんか父ちゃんがいるだけでも幸せもんなんだぜ。先ほど言っていたシビルとは何者なんです？シビルか。ジョーと同じヨーマハンターじゃよ。もう死んでしまったがな。ヨーマに情けをかけて。ヨーマじゃねえよ。ヨーマが残した子供にだよ。ヨーマが残した子供に？助けた子は親のヨーマが餌を取るためのおとりだったってわけさ。シビル。ひでえ話さ。ジョーがどんなに悔しがっていたか。情けをかけたばかりに命取りとなったわけじゃ。こそこそと人の噂話か。楽しそうだな。オズ、出発するぞ。おい、もう行くのかよ。奴らに見つかる前にここを離れるんだ。甘いなミスティー嬢。小綱。愚かな奴め。ここへゴーダをおびき寄せ、もろとも地獄へ送ってやる。やれ。そうだ、叫べ叫べ。そしてゴーダを呼ぶがよい。おい、しっかりしろよ。死んじゃダメだ。死んじゃダメだよ。目覚ませよ。頼むよ、しっかりしろよ。ジョー、危ない。おのれ。ジョー、こいつ死んじまうよ。いかん、シャチ狩りの連中が。どうするジョー、勝ち目はないぞ。行け、全員食い殺すのだ。無駄だ。やれ、食い尽くせ。ゴーダだ。父ちゃんが来たんだ。ようやく現れおったな、ゴーダ。奴をやれ。奴らはシャチ狩りのプロじゃ。このままではゴーダといえども。じゃあゴーダが。ゴーダをサメなんかに。ジョー、ゴーダは小シャチの父ちゃんだぜ。ゴーダを食い尽くせ。ジョー、この野郎。ゴーダはこのミスティー・ジョーが倒すんだよ。小綱様、サメどもの統制が。何？
なんで死んじゃったんだよ。オズ、なんでもっと頑張れなかったんだよ。オズ、何やってる。早く逃げろ、早く。オズこうだ。父ちゃんのところへ帰りな。深海伝説マーメノイド。我が子を失い姿を消したゴーダ。その行方を突き止めたコズナーは海底火山に包囲網を敷き、ゴーダを捕らえようとしていた。ついに罠にかかるゴーダ。ジェシカの貝を狙うコズナーはここぞとばかりに襲いかかった。ジョーが駆けつけた時にはすでに。次回深海伝説マーメノイド第12話、追い詰められたゴーダ。